横もちょっと今日は入れてあげます。どうもジョジョベーカリーです。本日は低糖質なくるみパンを作っていこうと思います。全粒粉をたくさん使った栄養豊富で体に優しいパンなので、ぜひ最後までお楽しみください。それでは今日も楽しくパン作りやっていきましょう。まずは計量から始めていきます。本日のレシピはこちらです。本日は全粒粉をたくさん使って作っていきます。あとはバターなどの油脂が入らない生地ですね。だいたい2時間ぐらいで今日も作っていきたいと思います。まずは粉類から測っていきます。強力粉は春よ来いとゆめっちからのブレンドを使っています。全粒粉は今日はたっぷり4割使っていきますね。粉類を計量した後は軽く混ぜ合わせておきます。別のボウルに目分量でいいので半分移しておきましょう。生地の引き締めの塩だけ入れておきます。元々のボウルには左右に溝を作っておきましょう。イーストに卵や蜂蜜がかかってしまうと溶けづらくなってしまうためです。イーストを入れて材料がしっかり入っていることを確認できたら、イーストめがけて40度くらいに温めた水を流し込んでいきましょう。粉っぽさがなくなって粘り、ツヤも出てくるところまで混ぜていき、その後は残りの材料を加えていきます。だいたい生地が一晩止まりになったところで台に出してこねていきたいところだったんですけど、ちょっと全粒粉を計量を間違えてしまいました。急いで粉を足してなんとか大丈夫そうです。失礼いたしました。では仕切り直して生地をこねていきたいと思います。まずは粉っぽいところしっかり潰すようにこねていきましょう。今日使っていく全粒粉は小麦を丸ごと粉にしたもので、別名でグラハム粉とかって呼ばれたりしますね。よくふすまパンとかもあったりするんですけど、あれは小麦の皮の部分ですね。胚芽パンとかもあったりすると思うんですけど、全粒粉はそういった皮とか胚芽の部分も含まれますね。一般的な白い小麦粉は小麦の胚乳って呼ばれる部分を使っています。全粒粉は白い小麦粉に比べて食物繊維とかミネラル、ビタミンなどの栄養も豊富です。白い強力粉に比べて糖質も低く、血糖値の上昇も緩やかになります。いわゆる低 GI 食品ですね。香ばしさとかプチッとした食感も加わります。こんなに素敵な全粒粉さんですが、入れすぎてしまうとパンが膨らみにくくなってしまいます。なので全粒粉を入れる場合はだいたい3割とかそれ以下が一般的かなと思います。なんですけどね、今日はもう思い切って4割使っていきたいと思います。全粒粉は食感が結構パサつきがちになってしまうので、水分はあんまり少なくしたくはないんですよね。今日は油脂も入らないので結構手にもくっついていくかなと思います。なのでほどほどに手についた生地も取りながらこねていきましょう。今手ぬって言いましたね。手ぬってなんぞや。だいたい5分ぐらいこねていったところでしょうか。生地にもしっかり弾力が出て台から跳ね返ってくるようになりました。これから表面をもっと整えていきたいと思います。では両手で生地を持って V の字にこねていきましょう。V 字ごねをだいたい 2,3 分ぐらい行っていくと、表面のボソッと感とかはなくなっていきます。全粒粉入ってるんでツルッツルではないんですけど、ここまで来たらくるみを混ぜ込んでいきましょう。生地を手で24センチ角ぐらいに広げた後は細かく切っておいたくるみを広げていきます。くるみはあらかじめ160度のオーブンで10分焼き上げました。やっぱりローストした方が香ばしくて美味しくなるのでおすすめです。全粒粉の香ばしさとの相乗効果です。生地を伸ばしたり折りたたんでいきながらもくるみが全体に行き渡っていれば OK です。なるべくくるみがないところを表面にして丸めていきます。最後は後ろを閉じてボウルに入れて一次発酵を今から取っていきたいと思います。生地が 1.5 倍、2倍ぐらいに膨れ上がるまで、最後はラップをかけていっていきましょう。
ただいま。ではしっかり発酵されているか指に粉をつけて生地に指を入れます。この穴が塞がってこないので発酵は OK です。軽くパンチをして生地の中のガスを一旦抜いておきます。ババーン。じゃあ今日は5分割にしていきましょう。お、いいぞ。では分割が終わったので一個一個丸めていきましょう。今回もなるべく表面にくるみがないようにして丸めていきますね。生地をこう撫でるようにしてしっかり最後は集まった部分を閉じていきます。これを5個やっていきましょう。では丸めた順番に並べておいて濡れ布巾をかけて今から10分間生地を休ませてあげたいと思います。それではまた。はい、では成形始めていきましょう。まずは1個目ですね。閉じ目はこれは下のままで今日は大丈夫です。で、一回生地のガスを軽く抜いた後に丸め直すだけです。簡単ですね。しっかり後ろを閉じてこれをまずは5個やっていきますと、ごめんなさい間違えました。生地を丸め直した後にちょっとだけ平べったくしてあげます。こんな感じで OK です。これをじゃあまず5個やっていきます。しっかり待ってる間は濡れ布巾の下に入れといてくださいね。では丸め直した生地を天板の上に並べていきます。で、ここで今日はハサミで切っていきたいと思います。全部で5箇所ですね。だいたい3センチぐらいですかね。これを手に持ちながらやった方がやりやすいかもしれないです。作戦変更。持ちながら5箇所3、4、5。で、今日は横にさらに切っていきたいと思います。完成。ちょっと乾燥しやすいので濡れ布巾かけながらやっていきますね。ちょっとバランス悪いですね。下手くそか。楽しい。この切った後のここがキュッてなるのがまたお花っぽくなって可愛いですね。横から見てもこんな感じですね。いかがでしょうか。最後だけいっぱい切り込み入れます。今日の遊び心はこちら。おお、かっこいいですね。かっこいいってどういうことですかね。では全ての成形を終えたのでキャンバス地、ラップの場合は打ち粉をしてください。上に濡れ布巾をかけて二次発酵を取っていきたいと思います。生地がふっくらとなるまでいってきます。二次発酵が終わりました。最後は表面に卵を塗っていきます。ツヤ出しなので塗らなくても大丈夫です。表面に薄く塗っていきます。しっかり間の部分も塗ってあげますね。それでは190度に予熱したオーブンで焼いていきたいと思います。それではいきます。いってらっしゃい。それではパンが焼けました。オープン。おー、すごいいい焼き色です。しっかりいい焼き色が出てくれました。それでは早速ですが食べていきたいと思います。いただきます。この外側の部分がすごくカリカリしてます。中の生地は結構さっくりしてますね。生地もくるみも香ばしくなるなとは予想してたんですけど、それをはるかに超えた香ばしさでしたね。もう噛めば噛むほどに旨味も甘みも感じられてめちゃめちゃ美味しいです。全粒粉もたくさん入ってるのでプチッとした食感もまた楽しめますね。想像以上に香ばしくて美味しいくるみパンができました。なおかつヘルシーにできますので皆さんもぜひ作ってみてください。動画をご覧いただきありがとうございます。 Twitter と Instagram、TikTok、あとはブログもやってます。概要欄にリンクを貼ってますのでよければそちらもご覧ください。これからもいろんなパンを作っていきたいと思いますのでよければグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイピチー。